日本に住んでいるのであれば、一度は聞いたことがあるだろう言葉。三種の神器。近頃だと電化製品の三種の神器などと言われていますよね。その場合だと今はロボット掃除機、ドラム洗濯機、食洗機とか言われています。さて、この三種の神器という言葉は、実は家電製品を指したのではなく、日本の天皇家の中で脈々と受け継がれてきた3つのお宝を指します。さあ、この天皇家に受け継がれてきた三種の神器ですが、草薙の剣、八田の鏡、八坂にの勾玉です。三種の神器の存在は、古くは日本初期でも明記されているんですよ。三種の神器は日本最高峰の宝です。今回はそんな日本のお宝、三種の神器について紹介します。まず一つ目の草薙の剣です。剣というところからご想像できる方もいらっしゃいますが、剣です。この草薙の剣は現在は愛知県の熱田神宮で祀られています。この剣、神様として祀られていますよ。さて、この草薙の剣には別名、雨の村雲の剣という名前もあります。この名前の由来は古事記からです。出雲で、それはもう、暴れに暴れまくり、暴れ倒していた、ヤマタノオロチという大蛇がいました。大きい蛇ですね。いっぱい3つぐらい顔があるイメージ。よくイラストとかでされてます。若い女子を食っては次へ。食っては次へ。そこに登場。我らがスサノオ様。次のターゲットになってしまった櫛灘姫をお助けします。そして、スサノオ様のイメージといえば、馬を投げたり、とにかく暴れん坊というイメージですが、実は、ただの暴れん坊ではありません。ヤマタノオロチにお酒を飲ませ、酔っ払ったところを襲いかかるという策士な一面を持っています。むちゃくちゃ魅力的です。うりゃーっと激しい戦いを繰り広げ、見事スサノオ様の勝利。そのヤマタノオロチの体の中からは、一本の剣、剣が出てきました。それが雨の村雲の剣です。この戦いに勝利したスサノオ様は、アマテラスにこの剣を渡します。この雨の村雲の剣ですが、そうです。ヤマタノオロチの敵から出てきた剣なんですけども、それが三種の神器の一つとなっています。実はこれ、戦っている時に、スサノオ様が持っていた剣は、これに当たって刃こぼれしたんですよ。で、それよりも雨の村雲の剣の方が強いっていうことになります。さあ、その剣を神様の世界である高間ヶ原から瑞穂の国、今の日本へ天孫降臨するときに、ニニギの御事に渡して、そのまま天皇家に受け継がれるものとなりました。では、最初にお伝えした草薙の剣と言われるのはなぜでしょうか？そこにも、ででん、古事記が関係してきます。スサノオ様のヤマタノオロチの退治から時は流れ、どんぶらこ。時代はヤマトタケルの御事です。ヤマトタケルを守る剣として与えられたのが草薙の剣でした。その剣は実際にヤマトタケルを守ります。敵からね。ヤマトタケルの周りの草むらに火をつけられるという敵からの嫌がらせ、攻撃。その時に草薙の剣で草を逆から焼き尽くし、ヤマトタケルはその難を逃れたという説があります。このスサノオ様が持っていた剣とヤマトタケルが持っていた剣は同じものではないんちゃうかなということで2つの名前があります。さあ、三種の神器2つ目。続いては、八田の鏡です。これは鏡ですね。もともとは天岩戸の大事件の時に使われていました。
太陽の神様でもあるアマテラス大神が天の岩戸に隠れて世界は真っ暗。その時に神様オールスターズでどないかして引っ張り出さなあかんという作戦で使われたものの一つにヤタの鏡がありました。その作戦とは必殺どんちゃん騒ぎ。神様オールスターズで天の岩戸の前でどんちゃん騒ぎをして踊り狂いました。そんなどんちゃん騒ぎが気になり、天の岩戸から少しだけ顔を出したアマテラス大神にこのヤタの鏡をピカッと使ってですね、光を反射させます。そこでアマテラス大神に別の太陽神が現れたと思わせて興味を持たせる。そこを引っ張り出したということです。この天の岩戸の事件以来、ヤタの鏡はアマテラス大神が持っていました。そしてニニギの御事が天孫降臨するときにアマテラス大神がこの鏡を私だと思って祭りなさいと言い渡しました。そうしてこの鏡も日本の土地へやってきたというわけです。もともとは天皇家が生活している場所で一緒に祀られていたんですけど、あまりにもパワーがエグすぎるため別の場所を探しました。そこで今祀られているのが伊勢神宮の内宮と言われています。三種の神器、最後3つ目ですね。八坂にの勾玉。八坂にの勾玉です。これはいわゆるアクセサリーみたいな感じで使われてきました。歴史の教科書でも古代の人がつけてるアクセサリーといえばこの勾玉をイメージする方も多いのではないでしょうか。そして現代でも勾玉のアクセサリーとかキーホルダーって実際に見ることありますよね。この八坂にの勾玉は唯一現在も天皇が住む場所で保管されていると言われています。今で言えば皇居ですね。八坂にの勾玉もヤタの鏡と同様に天の岩戸伝説の時に作られたものだと言われています。この時は神様に装着したわけではなくて榊につけられたものだそうです。またヤタの鏡はアマテラス大神、つまり太陽を表すことに対して勾玉は月を表しているのではないかという説もあります。ヤタの鏡は太陽神でもあるアマテラスの大神、八坂にの勾玉は夜を支配する神の月読みの御事。そして雨の村雲の剣、草薙の剣のことですね。これはヤマタノオロチを倒したスサノオ様。この御柱はイザナギの御事から生まれた最も尊いと言われている三鬼神と言われています。この三鬼神を象徴としているのではないかという説もあるんですよ。さあ、この三種の神器、今回紹介したように実は一緒に祀られてはいないんですね。この理由はパワーの強さだと言われています。天皇家が住む宮中にまとめておくこともできたようなんですけど、とにかくパワーが強すぎる。とても3つを一緒の場所に保管できるようなものではないと言われています。なので、あえてバラバラにしてあるという説があります。三種の神器は日本最高峰の宝です。今回は天皇家にとどまらず日本の歴史を象徴する大切な三種の神器について紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございました。